ベラドンナ、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 ベラドンナ。青く透き通るこの肌を、明日は愛のため捧げます。春の花の下恥じらいに赤く体染め抱かれます。ベラドンナ、美しい女、ベラドンナ、恋をした女。悲しみの足音はまだ聞こえてこない。ベラドンナ、ベラドンナ、ベラドンナ、ベラドンナ。昔々優しい若者と美しい少女が恋して結ばれた。ジャンとジャンヌ、ジャンとジャンヌ、幸せに空を舞う二人。神様の微笑みを受けて幸せに酔いしれる二人。ジャンとジャンヌ、ジャンとジャンヌ、これからはいつまでも二人。神様の微笑みを受けていつまでもいつまでも二人。めでたしめでたし。でもお話はここからです。殿、神のお恵みのもとに殿の忠実なしもべであるジャンとジャンヌの婚礼は滞りなく終了いたしました。されば古よりの掟と習わしの通り、花婿は殿に婚礼のご馳走を持参いたしました次第にございます。殿様、うちの目牛を売った金でございます。さあ、お受け取りください。これでジャンヌは私の。目牛か。
何頭じゃ。一頭しかうちには目牛はございません。10頭。え？目牛10頭の値を税として納めよと仰せられるのじゃ。そんな！お助けください。貧乏な私どもにはとても目牛10頭など。お方様、お助けください。お慈悲を、お慈悲を。この女子、ミサオは正しいのか？へい、それはもうジャンヌはただもうジャン一筋に思い抜いて結婚しましたので、決して他にみだらな噂など。信心深くて働き者で、それはもう村の褒め物でございます。お前、あの男を愛しているのだね。はい、奥方様。そしてお前も。はい。皆の者、このごちそうを殿が賞味なされた後、揃うてたっぷりと味わうがよい。忘れよう。これからが俺たちの出発なんだ。ん？青い鏡の中で揺れているのは何？涙じゃない、吐息じゃない、消えてしまった明日の
中で泣いているのは何？夜風じゃない、カラスじゃない、錆びてしまった希望のきしるそれとも女の苦しいうめき。気にしないでください。ご主人はほれ、あんなに疲れてる。起こさないで。誰あんたは？どっから来たの？あんたが呼んだから。私が？聞こえたんだがな、確かに。力が欲しい。誰か私を助けて欲しい。そう叫んでたんだ、あなたの心は。それからこうも言っていた。今私を助けてくれたら、私は何だってあげる。私の魂だって。あなたは悪魔ね。私はあなたですよ。あんくすぐって何するのよ。力を上げたいんですじゃん。お望み通りに。あんたがそんなちっぽけなのに。ちっぽけなのはあなたのせいなんだ。私の？うん。私はいくらでも大きく、いくらでも強くなれるんだ。あんた次第で。おかしな人ね。笑ってますね、ちゃんの。やっと楽しそうになった。本当。私笑ったわ。笑うことなんてもうないと思ってたのに。わかりますよ、ジャンヌ。私はいつもあなたのそばにいた。あなたのことなら何でもわかるんです。言ったでしょ？私はあなただって。何するのよ。何するの？どこへ行ったの？ねえ、いや、ねジャン、このままではあなた破滅ですよ。いくら神様に祈ったって、あんたのご主人ジャンをご覧なさい。真面目で働き者で、神様のおぼし飯に何より可能はずのあの人が、もうくじけかかっている。あの人は病気になるでしょ。この次の冬まで生きられるかどうか。
は何も欲しくない。何にもいらない。ただあの人を助けたいの。お願い、二人であの人を救いましょう。そうそう、そうこなくちゃ、そうこなくちゃ。ジャンヌは紡いだ糸を町へ売りに行きます。その年も村は飢饉でした。それでも領主は一切構わず税金を取り立てます。人々は絶望し打ちひしがれて声を立てる力もない。そんな中でジャンヌだけが働いていたのです。町。ジャンヌの紡いだ糸はとてもいい値段で売れました。誰一人値切ろうとするものもなく、誰もが払えない高い税金をジャンヌの夫ジャンだけが納めることができたのです。だから人々はあの女に悪魔がついたんじゃないかと噂し合いました。ジャンがたくさんの税金を払ったのですっかり喜んだ領主はジャンを村の税取り立て役人に任命しました。貧しかった農夫のジャンは今では出世して赤い帽子のお役人。夫の晴れ姿にジャンヌはひっそりと胸を弾ませる。けれどジャンヌは気がつきました。村人たちの変わりように。誰もが深々とお辞儀をし、そして二人を避けて通るようになったのです。どうしようっていうの私を。まだまだ、これはまだ始まりですよ。確かにジャンヌの苦しみはまだこれからでした。戦争が始まったのです。戦争はお金がかかります。
勝てば領主の土地は広がるけれど、このわしが出陣だというのに、こればかしか集められなかったのか。はい。しかし明日はきっともう少しは。よいか。水のひとしずくずつでは水車は回らんのだ。3日のうちに予定の金が集まらねば貴様は吊るし首じゃ。殿様。しかし村にはもう金が。こやつ命令を忘れぬように体に言い聞かせてやれ。左の手首ども切り落とすがいい。助けてやる。力が欲しいのだろう。残酷な人。もうお前は私のものさ。お前の体も魂も。私の魂はあの人のもの。神様とあの人に捧げたものだ。じゃあかわいい愚か者。今になってもまだ争うというのか。この俺の月棒の下でお前の亭主は身を滅ぼそうとしている。どうするつもりだ。どうせもうお前は私のものだろう。しかし私はお前にはっきりと自分の意志で承知してもらいたいのさ。魂を、お前の心を私に渡すと。そうしないとあの男は私の体、この浅ましい肉の体、それはあんたにあげるわ。もしジャンが救えるなら。でも心は、私の魂は、いやいいだろう。もう少し取っておくがいい。
どうしたんだジャンヌ。ジャンヌは緑の着物をつけ、まっすぐに町へ行きました。緑は世界の王者の色、だから悪魔の色、そう言われています。領主にさえも金を貸さなかったずるい金貸しの老人が、なぜだか自分でも訳が分からず、ジャンヌの言いなりになって彼女にたくさんのお金を融通しました。金貸しは後でつぶやいたのです。あの女にはきっと悪魔がついている。男たちはいつの時代も戦争が好き。領主も兵隊も借り集められた農夫たちもみんな気を至って出かけて行きました。悲しい思いはいつも女。男たちはなかなか帰ってきません。こうして数年が過ぎたのです。ジャンヌはあれから金貸しになり、町や村の経済を一手に握って思うままに動かしていました。人々はみんなお城の奥方よりもジャンヌの方を恐れ尊敬し、彼女の意志に喜んで従うようになっていたのです。殿様のお留守の間、この国の主人は誰なの？私？あの女？もちろん奥方様です。お前になんか聞いていないわ。奥方様、お怒りはごもっともですが、戦争は長引いておりますし、あの女の力がなければお城の台所も満足に。お黙り！悪魔つきめ、今に見ているがいい。しかし結構な身分になったはずの夫のジャンは毎日が叫びたりです。突然領主が凱旋してきました。帰ってきた男たちも迎える女たちもそれはもう大変。ジャンヌに会うのが嫌で城を出なかった奥方も、教会のある村の広場へ領主の一行を出迎えました。もちろんそこにはジャンヌも来ていました。見たことのない婦人じゃが。殿様、お留守の間にこの国では上と下が逆さまになってしまったのですわ。なんじゃと？あの百姓女に悪魔がついたからです。悪魔があの女に？今では人々は誰よりもあの女を恐れ敬っているのですわ。きっとあなたよりも。真実か？いかにも。
殺しはしなかったというのだな。ちょうどいいわ。生きながら貼り付けにして火あぶりにしてやりましょう。悪魔付きの魔女にはそれが一番でございましょう。確かに異端の目は早く摘むに限ります。しかし魂に悪魔がついたままで火あぶりにすると、何か触りがあるのか。もし万一大和積んだ焚き木に火が放たれても、あの女の魂が傲慢な誇りを捨てず、燃え盛る炎の中で勝ち誇るようなことがあると。そうなると、あの女の肉体は死んでも取り付いた悪魔は死なず、かえって広く飛び散る結果を生むかもしれません。どうすればいいのだ。奥方様、あの女を土牢に閉じ込め、鍵をあなた様がお持ちになり、絶え間なく肉体に厳しい罰を加えることによって、あの女に優しくへりくだる心を教えるのです。よろしい。引き受けましたわ。さあ、あの女を連れてきてください。黒い砂漠の中で燃えているのは何？嘆きじゃない、懺悔じゃない、尽きてしまった力の立ち姿。それとも女のあらわな恨み。白い時間の中で待っているのは何？命じゃない、お墓じゃない、枯れてしまった心の蜃気楼。それとも女の真っ赤な血潮。
とうとうやってきたな、かわいい女め。とことんまで追い詰められ、夫にも捨てられて遅いぞ、まったく遅いぞジャンヌ、お前はこの世に生まれた時から俺の友達だ、仲間だ、いや定められた夫婦なのだ。俺とお前は、お前の中に潜む邪悪な心、そして悪魔のような魅力のためにな。あんただわ、私を突き落としたの。私を撫でさすり、私を燃やし、こんな地獄に。そうだ、黒い犬が私に噛みついたわ。あれはあんたね。歯が燃えていた。茨が私をかきむしったわ。あれもあんただわ。トゲが火のようだった。その通りだ。だがお前を救ったのも俺だ。救った？俺は素直に身を投げ出してくる愚かな魂など欲しくはない。絶望にたけり狂い、神を憎み怒り恨み、そして復讐の鬼となった魂こそ俺が上数えてやまないものだなかなかよく仕上がっている美しい今日のお前は、お前のその姿、今のお前の魂、それが俺の欲望をかきたて、俺を膨れ上がらせる。悪魔。そう、それが俺の名だ。さあ、俺の女房、お前は何が欲しい？何でも叶えてやるぞ。何がしでかしたい？悪いことがしたいわ。何？悪いことなら何でもいい返事だ。それでこそお前だ。ジャンヌ、差し出すがいい。お前の子宮を、魂を、そして俺の贈り物を取るがいい。
孤独の荒野にも時は巡り、春が来ました。ふと気がつくとジャンヌは一りぼっちではありません。なぜならそこには自然があったからです。お前は美しい、ジャンヌ。嘘。私は地獄に落ちたはずだわ。ここが地獄。悪魔に身を任せた私はシワだらけの魔女になったはずだわ。私の髪の毛は憎しみの蛇、肌は卑しいカエルそっくり、流れる血は恨みで真っ黒な炎。嘘よ、この姿は嘘。私は騙されているのよ。私は恐ろしい女になりたい。誰もが顔を背けて逃げ出すような、そうでなければいけないの。私は怒りや憎しみを忘れたくないの。怒りが憎しみが恨みが醜いものだと誰が決めた。お前は美しくなったのだ、ジャンヌ。そうだ、まるで恋をしているように。かわいい女よ。お前は神よりも美しい。一方、村では相変わらずの暗い春です。今ではジャンも以前の農夫の生活に戻っています。そのちっとも変わらぬ村にもっと暗い影が忍び寄ってきました。黒死病、かかれば必ず死ぬ伝染病。
気がついたわね、ミッシェル。いや、お前は悪魔つきのジャンヌよ。ここはどこだ？この世の外。そうか。俺はまだ息があるうちに車に乗せられ、墓場へ放り出されて、必死になって這い出そうとしたまでは覚えてるが、死んで最初に会うのがお前とは。何をするんだ？薬よ。嘘つけ。それ毒草だ。毒の花だ。毒が薬になるのよ。このおかげであんたここまで回復したのよ。殺すか。あんたどうせ死んでるんでしょ？ミシェルが一回正規があの病気が治ったなんて何があったんだ一体。打ち続く飢饉と悪疫の流行に生き残った村人ども全て飢えておるはずが、あの荒野で魔女めが司る宴では、夜な夜な飲めや歌えの騒ぎ。魔法じゃ。悪魔の仕業じゃ。人々が隠し持っていた食べ物や酒を進んで運んでいるので、豚どもめが。あの女生きていたのか。
こう毒々しい色の花で、その絞り汁を飲ませたら難産で苦しんどった女房の痛みがケロリと。そうだ、確かベラドンナ、美しい女という名の花だとかジャンヌは言っとりました。この上子供が増えましたらうちは立ち行かねんでございます。でも亭主のやつは毎晩そのこらえてんのがあまりつらそうで、それにおらも切なくなって、だもんで一つ寝床に抱き合っても子供のできねえ方はねえもんかとジャンヌに相談に。神様の罰受けんのは承知でございます。恐ろしい罪でございます。でもおらたちどんな罰受けても今の苦しみよりはと。あれからおらたち幸せでございました。どんなお仕受け受けましても後悔はございません。わしは戦で死んだ孫に会いたかったんでございます。死んだ者を生き返らせることが
ジャンヌにゃできるちゅうことを聞いて、ジャンヌはわしの話を聞いてひどく涙を流しましたな。そしてわしに草をまいたタバコと赤い血のような酒を飲ましてくれました。して死んだ孫は出てきたか？いいえ。声でも聞こえたというの？何も。では詐欺ではないか。まやかしだ。わしはひれ伏して泣きながら祈っておりましただ。体は火のようにほてっておって、あれは夢かもしれねえです。わしが勇気を出して顔を少し上げてみると、何が起きた？わしにゃ地獄が声を上げて泣いているのが見えましただ。わしの孫のために。お前はそれで満足したというのか？わしは幸せでございましただ。恐ろしいことだ。神への反逆、殿に対する謀反でござりまするぞ。すぐ捕らえなさい、あの女を。そして火あぶりに。しかし小屋への道は狭く険しく、それに人々はジャンヌの味方でございます。軍隊が行き着く前に女は逃げてしまいましょう。この国の主はあなたですの。それともそのうちに敵は弱みを見せる。そこはつくのだ。任せておけ。どうしたの、可愛い方。私に抱かれたいの？ジャンヌ、私を知らないのか？私はお前を憎んでいる奥方様の小姓だ。だから私もお前を憎んできた。いつか真っ先にお前の緑の衣服を切り裂いたのは私だ。それでお小姓さん。それも私が奥方様を愛しているからだ。殺しに来たの、私を。助けておくれ、ジャンヌ。私の願いを叶えてくれ。私は奥方様をこの手に抱きしめたいんだ。しかし私は身分の低い小姓。あの方は私なんか見向きもしてくださらない。身分の違いなんて。神がそれぞれの身分を定めたもうたのだ。それを超えようとするのは神に対する謀反だ。悪魔の仕業だ。しかし私は悪魔に身を売ってもこの恋を。分かったわ。汚らわしい魔女め。いいわ。助けてあげる。
黒死病でさえ近寄れなかったこのお城にとうとう魔女めの力が侵入してまいったのです。殿、一刻も早く手立てを。例の男を呼べ。あなた。ジャンヌ。しばらくね。ああ。幸せじゃないのね、ジャン。ジャンヌ。やり直せないだろうか、俺たち。お前もこんなことをやめて平凡な百姓の女房として二人で出直すんだ。ジャン。お前を見捨てたことは許してくれ。あの時俺にはどうにもならなかったんだ。いいのよ、そんなこと。忘れたわ、もう。ジャンヌ、俺と一緒に帰ってくれ。そしてお城に。お城に？お殿様はお前の罪を許してくださるって言うんだ。そればかりか、お前の手柄も認めてるんだ。病気に苦しむ人々を助け、人々の悩みを解決するのに力を貸した。立派なことだとな。信じているのね、ジャン。殿様はお前と力を合わせたいとおっしゃるんだ。病を癒す薬草、苦しみを和らげる酒、そういう大切な知識は殿様の権力のもとにあってこそ国中の人々を助けることになる。
殿様は軍隊を差し向けてお前を捕らえることも殺すこともできる。しかしそんなことはしたくないとおっしゃるんだ。お前の知っているすべてを殿様に差し上げれば、俺とお前が静かに暮らせるように土地をくださると約束されたんだ。もし嫌だと言ったら殺されてしまうんだよ、ジャンヌ。お前も俺も。ジャンヌ、俺の言うことを聞いてくれ。ジャンヌ。これは取引ではないぞ、ジャンヌ。より多くの人々を幸福にするための道を協力して探し求めようというのだ。豊かな土地100エーカーはそなたたちに対するわしの心からの贈り物なのだ。さあ、その草や花の使い方を学者どもに教えてくれ。どうした？ 100 エーカーでは不足か？ジャンヌ。それならばそなたたちを村の長に、いやいや貴族の列に加えよう。それならば否よあるまい。ジャンヌ、お前は貴族のうちでも第一番の領主たるわしの次の位を与えよう。どうだ？いいえ、そんなものは何にもいりません。一体お前は何が欲しいのだ？すべてを。何？この世の一切を、全世界を。火あぶりだ！この女を、魔女を直ちに火あぶりにせえ！
「